我々が作っているのは実は麻の繊維、もっと言うと大麻草から取った繊維なんですね。大麻の中でも薬物として利用できる麻と利用できないものがあって、で我々がやっているもの、日本人がずっと伝統的に栽培して加工してきた麻っていうのは薬物としては利用できない麻なんですよね。もう縄文の時代からこの大麻っていうものから繊維であったり、食品であったり、いろんなものを利用してきたんですよね。昔なら下駄の花をとかですね、和太鼓を編んだりとかですね、大体日本のその昔、弓道とかもそうですし、自然のものでこんだけ強い繊維っていうのは麻以外にはないかなと思ってます。作業していただいている谷川原夫婦はもともと友人で、彼らがなんとなく農業に携わった仕事をしていきたいっても知ってたんで、彼を誘って。やっぱ自然の中で感じることってすごく新鮮ですし、自分を変えてくれると思っているので、発酵水にガシャガシャこう回してるんですけど、水の中に活発な菌がうじゃうじゃいるので柔らかくなってきますね。なんで弱いところは全て落ちていきます。いい発酵してると。一番いい発酵してると傷もなくなっちゃいます。これが元菌なんですよ。これ元菌です。皮剥いで最後カスを落とす作業があるんですけど、そのカスの塊ですね。で円滑に回り始めればもういい菌がずっとサイクルで回ってるんで。その完成されたこのやり方の奥深さっていうか、ああだからこのやり方してたんだみたいなことを気づくことたくさんあって。床場っていうんですけど、40度ぐらい熱をかけてるんですけど、水分が飛んじゃうと乾いちゃうんで、こう束を出してくるんですけど、その触ってる感覚とか見た目とかで、ちょっと乾いてるから多めに回そうとか、そういうふうにあそこで水分を中に入れてあげてるわけなんですよね。そうしないといい発酵をしてこないんで。であと季節湿度ってあるんで、やっぱり自然に振り回されるとこあるんで。こっちは熱かかってるんで熱をかけられない酵母です。発酵によって毎日変わるんで、いろんな引き出しを持ってないといろんなことが起きるので、そこは早く対応してあげないと本当に口では表せないようなもうぐちゃぐちゃになってきます、発酵が。
五感は使いまくってます。もうフルですね。はい。でうちの師匠ぐらいになると本当人の心まで見えてるんじゃないかなっていうぐらい五感が鋭いですね。きれいにお柄が折れるようにきれいに皮を取ってっていうのでまず発酵はしてますし、で一番最初やった頃はもうこんな一束1時間以上かかるんで剥ぐのに、最終的にあんなのはもう10分かからないぐらいで剥がないとダメなんで、発酵はずっと延々とどこにいようが進んでるんで、25度ぐらいあったらもうみるみるうちに進んでくるんで、そういったことも頭に置きながら少し早い段階で皮剥いていかないと追いかけてくるんで。やっぱ朝の都合で動かないと、僕の都合でパッと動いちゃうともうすぐにおかしくなります。そんなのんびり話してる暇なんてないですね。誰が来ようと手止めるわけにいかないんですよ。はい。手止めるのは天皇陛下ぐらいですかね。はい。僕よりも朝の方が上にいるんでね。ただの管理人です僕は。カスを抜く作業ですね。あそこでまず発酵してないとカスもきれいに取れないんで、なんで一番大事なのはまあやっぱりカスを抜くっていうことですね。少しでも余分な力を加えちゃうと朝もいい朝ができないので非常に難しい場所ではありますし、僕が 100% で彼女にパスをして、でも彼女は逆に言うとそれを 0% にしちゃうこともあるわけですよ。やりがいがありますね。それはきっと口でどんだけ説明しても僕にしか分かんない世界があると思います。朝と話してるのは僕なんで。種まきしてる時点からもう発酵っていろいろ始まってるんで、ここら辺は水溜まってたなとか、ここはちょっと肥料少なかったなとかいろいろあるんで、そういうのも全部頭の中入ってるんで、それを踏まえて発酵させないといけないんで、プロセスを知らない人が絶対できないです。人間の力じゃ太刀打ちできないエネルギーはやっぱ自然の中にはあるので、それを感じながら日々生活していくっていうのは自分のライフスタイルではあるかなと思ってます。太刀打ちなんてできるわけがないですもんね。無力ですよね。まあ生きるを知るっていうところですかね。自然の中にいると。精麻っていうんですけど、これを作る人がもう栃木県の10軒、それ以外であると私どもの1軒あるっていうだけですね。神道の核になるような素材がですね、海外の生産に頼らざるを得ないっていう、こういう自分の国の伝統的な価値に対して非常にこう安く見積もってる、本当に安く見積もってる。やっぱり物言わぬものから汲み取ってくるっていうのは、こっちもまっすぐな気持ちで向き合わないと嘘なんて一切通用しないんで。もう本当にこう試行錯誤してこう技術革新の積み重ねの形なんですよね、伝統産業の技術って。どこにも妥協はないですね。谷川夫婦、彼らがまずモデルとなって憧れの朝農家みたいな。
そこまでいかないと彼らの子供にも継がせられないし、彼らの代で終わっちゃう話ですし、せっかくこう純粋な思いでやってるのに結局なんかこうひもじい結果しか生まなかったらなっていうふうになったら、もう多分伝統つながっていかない原因って全部そこだと思ってるんで、多分誇りが持てて食えたらみんな伝統で仕事すると思うんですよね。そこなんとかね、浅野この伊勢浅野事業を通じてこう形にしたい。本当綺麗なんですよね。でなんかやっぱり神道でこの麻っていうのは汚れを払う、かつこう身につけると寄せつけないものの象徴として使われてるんですけど、それなんとなく分かる気がするっていうか、正常なもの、これ見ると確かに僕も思うんですよね。で女の子の名前とかにも麻がつく名前ってたくさんあるじゃないですか。あれも本当にこうまっすぐと清らかにまっすぐと、本当にいいイメージだったのでね、なんかそこをなんとかちゃんとこう再評価させたいですね。